こんにちは、ずんだもんなのだ。今日はイスラエルのニュースを3本お届けするのだ。その中でもずんだもんが一押しするのは2つ目のニュースなのだ。イスラエル国防軍がシリアに越境した極右活動家数名を確保したと発表したニュースなのだ。さらにイスラエル政府は12月22日、ハマスによる10月7日の攻撃がなぜ防げなかったのかを調べる調査委員会の設置法案を閣議決定してクネセトでの採決に進めたのだ。この法案は与党のリクードが提出していて、議員の人選や調査の範囲をネタニヤフ政権が大きくコントロールできる内容になっているのだ。そのためエルサレムの首相官邸前では市民団体が政府に自分自身を調べさせるなと抗議デモを言って一時官邸入り口を封鎖する事態にもなったのだ。警察が介入して参加者のうち3人が逮捕されたとも伝えられているのだ。抗議している人たちはオスロ合意をめぐる責任やこれまでの司法制度改変デモへの対応、そしてハマスへの資金流入などについて政府の責任追及が骨抜きにされてしまうのではないかと強く懸念しているのだ。それでは詳しい内容を一緒に見ていくのだ。イスラエルは中東の地中海東岸に位置し、首都はエルサレム、国際的に議論ありなのだ。1948年に建国され、戦争や和平を経て議会制民主主義を取る国なのだ。人口は約1000万人で、ハイテクや防衛、農業、観光が主要産業で多文化が混ざるのが特色なのだ。現在はパレスチナ問題や安全保障が国際的に注目されているなのだ。ずんだもん、調査と司法の一体化で市民の不安が高まる。透明で公平な説明が必要なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。